こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、みちさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。私はいつも親子で先生の YouTube を楽しませてもらっている2児の母です。私は今でこそあまり絵は描かないのですが、学生時代に半分お絵描きで美術部に入っていたこともあり、テクニックのお話や添削を見ているだけで楽しいのですが、最近上の子、8歳のお兄ちゃんが一緒に YouTube を見ていると絵を始めたいというようになりました。いや、嬉しいですね。そこで質問なのですが、今からイラストを始める超初心者向けのアドバイスや必要な道具、アプリやブラシについても知りたいです。また、デジタルがいいのかアナログがいいのか等を解説いただけないでしょうか。先生の動画は中級者以上のさらにレベルアップするためのものが多いと思うのですが、親子ともどもどうしても斉藤直樹先生の解説で絵を始めたいと思っております。わがままばかりで申し訳ございません。ぜひよろしくお願いします。とのことです。みちさん、ご質問ありがとうございます。親子でお絵描き、いや素敵ですね。確かにね、僕のチャンネルはイラストに本気で打ち込む人がさらにレベルアップするための方法についてお伝えすることが多いんですが、絵の楽しみ方はね、もう人それぞれです。当然ながらね、レベルアップするだけが絵の楽しみ方じゃないと僕は思っています。そんな中でお子さんとお絵描きを始める上で僕がね、提案したいのは、もう何よりもね、気軽に描けて、そしてね、ハプニングを楽しむ描き方ですね。はい。僕がおすすめするやり方は2つあります。固形水彩でお絵描き。はい。まずですね、おすすめの道具なんですが、ですね、これですね。これ何かっていうと、固形絵の具。ただのね、絵の具じゃなくて、固形になってる絵の具なんです。絵の具？ハードル高って思いましたか？いえいえ、このね、固形水彩絵の具って、こう、普通のね、チューブの絵の具に比べて、扱いも後片付けもすごく楽なので、気軽にお絵描きを始めるにはすごくね、向いているんですよ。それとね、結構小さいのもおすすめなポイントなんです。この固形絵の具はね、ちょっと大きめなんですが、割とね、この半分ぐらいの固形絵の具もあったりします。なので、気軽に持ち運べるので、外でね、スケッチするときに持ち運んでいる絵描きさんもいるぐらいなんですね。はい。箱の中身どうなってるかっていうと、こんな感じですね。こんなカンカンが入っていて、でね、これを開けると、はい、パカッ。こんな感じで固形絵の具が入っています。この絵の具の場合は白だけがね、こんな感じでチューブで入ってますね。で、僕が用意したのは、ホルベインさんのケーキカラーっていうやつなんですが、特にね、これじゃなきゃいけないっていうわけじゃありません。はい。そしてね、今からこの絵の具を使って描いていくんですが、じゃあどうやって実際に描いていくかっていうと、もちろんね、普通の絵筆を使って描いていってももちろんいいんですが、僕がおすすめなのはですね、これですね、これ。こういう水筆です。これですね、見たことある人もいると思うんですが、中にね、インクとか入ってません。で、ここがちょっと空洞になっていて、ここを回すとですね、持ち手の部分と筆の部分が分かれるようになるんですね。で、この持ち手の部分に水が入るようになっていて、ここにね、水を入れたら、再びこうキャップを閉めて、で、持ち手をね、こうギューッと押すと、ここからね、水がポタポタっと染み出てくるので、その水で絵の具を溶かしながらお絵描きしていくっていう、そういうね、筆です。はい。じゃあですね、実際にお絵描きしていってみますが、描くときにはこんな感じで、持ち手をギューッと押すと、はい、こんな風に水が出てくるので、その水で絵の具を溶かしながら、色をね、溶いていきます。で、パレットなんですが、このね、パカッと開けた蓋が、これそのまんまパレットになっちゃうので、ここで色を作ってあげます。何色かこんな感じで混色してもいいですし、そのまま色を塗っていってもいいですね。でですね、最初に鉛筆で下書きしていってもいいんですが、鉛筆とかでね、下書きしちゃうと、どうしても失敗しないようにって、ちょっとね、ビビっちゃって、だんだん楽しくない方向に思考回路が向かっちゃいます。もうね、こう、ちゃんと書かなきゃとかね、もうレベルアップしなきゃとか、そういう方向に行っちゃうんですね。はい。上手くなるためにはね、もちろんそれでいいんですけど、やっぱね、最初、楽しむのが一番大事だと思うんですよ。なので、単純にね、お子さんと楽しみたい。自分自身で楽しみたいっていう、そういう時は、ちゃんと下書きしよう。レベルアップしよう。みたいな、そういう考え方はむしろ邪魔になっちゃうので、下書きとかはもう、あえてしないで、もう一発書きで好き勝手にね、もうビャーっと思い切って色を塗っちゃうことをお勧めします。もう色がね、画面にどんどん塗られていく面白さをひたすら楽しんでいきましょう。はい。
今回はね、僕はある人物の顔を描いていっていますけど、別に人の顔に限らずに、猫とか、犬とか、あとは自然風景とか、あとは空想上のモンスターとかね、何でも好きなものを描いていってください。今回の質問で、みちさんはね、デジタルがいいの？それともアナログがいいの？っていうことを気にされていましたが、僕はですね、お子さんと一緒にお絵描きするんだとしたら、もう断然ね、アナログがいいかなって思います。はい。もちろんですね、デジタルでもいいんですが、じゃあなんで僕がアナログの描き方を進めるかっていうと、やっぱりですね、一緒に同時に描けるからなんですね。デジタルだと同じ画面に2本のペンでね、描けないんですよね。例えばお子さんが描いている時には、お母さんは見ている。で、お母さんが描いている時には、お子さんが見ている。みたいな感じになっちゃいます。お絵描きをね、特に2人で楽しむっていう方向性で考えると、やっぱりですね、こう、ハプニングみたいなのがすごく面白い要素になっていくんですよ。あ、ちょっとはみ出しちゃった。あ、ぶつかっちゃった。そんなの描くの？じゃあ僕がお母さんの描いたそのモンスターの頭の上に、こんな感じのちっちゃい可愛いモンスター描き足しちゃおう、みたいな感じでね、そういうハプニングをより楽しめるのがアナログの手法だと僕は思います。あとですね、ここまで聞いてこう思う人もいると思います。水彩じゃなきゃダメなの？色鉛筆じゃダメ？って。はい。ですね、全然ダメっていうことはないんですよ。もう全然ね、色鉛筆でもいいんですが、ただね、色鉛筆って結構頑張んないと画面がね、色で埋まっていかないんです。もう力いっぱいね、こうゴシ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 って結構頑張って色塗らないと、そもそも広範囲を塗るっていうことが向いていない画材なんです。でもね、水彩絵の具って、もう別にね、頑張んなくても、シャーって画用紙を筆で撫でているだけで、広範囲を素早く塗ることができちゃうんですよね。いや、これがね、何よりも楽しいんです。最初から頑張って描くのは結構辛いので、楽して素早く、そしてハプニングを楽しむ方法。これがね、固形絵の具で画用紙に絵を描いていくっていうやり方なんですね。はい。今回僕はですね、一人で描いていますが、もうお子さんと一緒にね、描いたら絶対に楽しいと思うので、ぜひやってみてください。後片付けもね、こんな風に拭き取るだけなので、結構ね、簡単です。はい。そしてね、僕が描いていた人物は、ちなみに、あれ、ちょっと似てなくなっちゃいましたね。はい、答えは、マックス村井さんでした。リレー絵本でお絵描き。はい。これは僕が以前出した動画で、娘とリレー形式で絵本を描いた動画なんですが、はい。いや、懐かしいですね。目がつぶら。髭が生えてるタイプ。いや、これね、楽しかったです。はい。これもね、結構おすすめです。お子さんの年齢にもよるんですが、この時の娘は小学校1年生だったんですが、いやもうね、小学校1年生と描くお絵描き、めちゃくちゃ楽しかったです。やり方は簡単で、どんなね、ノートでもいいので、ノートを用意して、で、最初のね、1ページにまずはタイトルを書きます。適当でいいんですよ。適当にね、タイトルつけるんですね。お子さんが8歳で初めてだとしたら、とりあえずね、お話の起点をまずはお母さんが考えてみるのもいいですね。慣れてきたらお子さんスタートでも全然いいと思います。まずはね、お母さんからスタートします。例えばね、タイトルがイカのイカロスくんとかね、そんな感じで、で、1ページ目にね、小学校の翔太くんのクラスに大王イカのイカロスくんが引っ越してきました。みたいな感じで結構適当ですけどね。そんな感じで最初のページをお母さんが作ってあげて、で、息子さんに渡すわけです。ねえねえ、次のページどうなっちゃうと思う？みたいな感じでね。で、そこをお子さんに書いてもらうんですね。イラストと、あとはね、もう簡単な文章。2行ぐらいでいいです。次のページをお子さんが考えるっていう感じですね。で、ここでもですね、書くのに時間がかかっちゃうともう飽きちゃうので、ささっとペンで書いちゃうか、あとはさっきみたいにね、固形水彩絵の具で書いちゃってもいいと思います。簡単に書ける画材で書いてください。で、お子さんのページを受けて、またお母さんが繋げていったり、あるいはね、あと一人の兄弟も混ぜて、3人でね、お絵描きするとか、やり方はいろいろあると思います。楽しいとエンドレスで続いていく場合もありますし、でもね、1個の物語が長くなってしまうと、結構ね、グダグダになってしまう場合もあると思うので、もう最初から8ページで終わりにするって決めちゃったりとか、そういうスタートも面白いと思います。僕もね、実際娘とやった時には、娘のね、あまりにも突拍子もないアイディアに、動画の途中でね、結構爆笑してしまって、笑いすぎて喋れなくなった瞬間がありました。これもね、やってみると結構楽しいですし、何よりもね、気軽な遊びですので、ぜひね、そういう気軽なところから楽しみながらお子さんと楽しんでみてください。
はい、次の質問いきます。20代、キーさんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして、キーと申します。いつも動画を楽しみにしております。本日は絵の仕事に関して悩みがあり、ご相談させていただきたくご連絡差し上げました。私は先日、Twitter の DM にて、とある VTuber グループの企業様から立ち絵を描かないかというような内容のオファーを受けました。広告などでもよくお見かけする企業様です。その場で内容を詳しく説明していただき、素敵な内容でしたので、ぜひお受けさせてくださいというような返答をしたところ、後日メールにて契約書を送付いただきました。それから内容に目を通し、本名を記入した契約書をこちらから担当者様へお送りさせていただいたのですが、以降一向にお返事をいただけません。メールが届いていない可能性を考慮し、再送もしましたが、やはり状況は変わらず、イラストレーターの世界ではこういうことはよくあるのでしょうか？何かこちらの不手際でお仕事のお話がなくなってしまったことになっているのかもしれないと、そういう残念さもありますが、何よりも本名を記載したものを送付してしまったので、少し不安ではあります。こういった場合どうするのが良いのでしょうか？メールやツイッターの DM にて、もう一度担当者様にご連絡するか、このままなかったものとして忘れるのが良いのか、もやもやしております。誰かに暴露したいわけではなく、純粋にどうしたらいいのかわからず、斉藤直樹先生にご連絡させていただきました。もしよろしければ対処法など教えていただけると幸いです。難しければお気兼ねなくお見捨てください。はい、見捨てません。長々と失礼しました。先生のご活躍を心よりお祈り申し上げます。はい、とのことです。そうですね。契約書に送ってるんだとしたら、普通に案件のことは一回さておいて、契約書のことについて、メールを送ってみるのがいいのかなと思います。で、そうですね。これに近い事例で言うと、依頼はもらったにもかかわらず、その後連絡が途絶えてしまったっていう例は、僕はね、最近はあまりありませんが、昔は結構あったのと、あとはイラストレーターあるあるではあると思いますね。なので、忘れるのが一番いいのかなというふうには思うんですが、今回のケースのように、契約書まで交わしておきながら、そこで連絡が途絶えるっていうのは、気持ち悪くはありますね。というかね、もう先方の署名まで入っているんだとしたら、そもそももうその時点で契約違反になるような気がするので、必要であれば弁護士さんに相談するのもありだと思います。でもね、じゃあ実際に僕だったらどうするのかっていうと、そんな勝手にパタッと連絡を打ち切ってくるような担当者さんがついている案件なんて、このまま続けたとしても、おそらくですよ。経験上ろくなことにはなんないんじゃないのかなと思います。いくらね、名前が通っている企業さんだとしても、実際にね、やり取りするのはその担当者さんなんですね。はい。個人対個人なんですよ。やり取りは。だからですね、その人ともう反りが合わなければ、どんな案件でも結構ね、ストレスを抱えてしまうことって多いんです。今回のケースはですね、僕の感覚ですよ。実際にはね、もうどうかわかりませんが、多分なくなってよかった案件なんじゃないのかなと思います。多分ね、もう担当者さんが適当にもうバーッと何人も同じようなメールを送りまくって、もう釣りしてるような感じですよ。でね、そこにキーさんっていう一匹の魚が釣れたんですが、もう後の方に投げた針にもっとね、いい餌が食いついてきたから、やっぱこっちにしようって感じでキーさんをリリースしたっていう感じで、僕から見るとそんな感じに見えました。いやもう正確にはね、もう全然わかんないですよ。何にしろ契約書まで送っておいて、で、そこで連絡打ち切るなんて、ちょっとね、まともな人がやる行動じゃないので、もしかしたらキーさんは、すごく惜しいことした。私がなんか間違ったのかもしれないっていうね、罪悪感とか、残念な思いみたいなものがあるのかもしれませんが、キーさんにね、落ち度は多分ね、聞いてる限りないと思います。あまりね、この件を引きずらずに、次を向いた方がいいと思いました。今回の話はね、ダメになっちゃったみたいですが、でもね、考えてみれば、お仕事しませんかって声をかけられる魅力はキーさんにはあるってことです。このね、一番大事なことは、今回の件でキーさん自身証明できたと思うので、がっかりせずにね、自信を持って次につなげていけばいいのかなっていうふうに思いました。はい。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？最初の質問で紹介した小1の娘とのお絵描きリレー動画。お子さんがね、いる人でも、あとは別に子供に限らずに友達とやってみてもすごく面白いと思うので、興味がある方はぜひぜひ動画を見て実際にね、やってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。